皆さんこんにちは。金子です。今日は花見についてお話しします。花見は日本の春を代表する大切な文化の一つです。花見は桜の花を見ながら家族や友達、会社の人と一緒に楽しい時間を過ごすことです。日本では毎年3月から4月頃に桜が咲き、多くの人がこの季節をとても楽しみにしています。桜が咲く時期になると、テレビやインターネットで桜の開花予想が発表されます。どの地域でいつ桜が咲くかを知ることができるので、人々はそれを見て花見の予定を立てます。有名な公園や川の近くにはたくさんの桜の木があり、多くの人が集まります。花見の日には朝早く場所を取りに行く人もいます。いい場所を取るためにシートを引いて待つことがあります。そして家族や友達が集まってきたらみんなで一緒にご飯を食べます。おにぎりや唐揚げやお弁当、お菓子などいろいろな食べ物を持っていきます。飲み物も用意して楽しく食事をします。花見では食べるだけではなく、たくさん話したり写真を撮ったりします。子供たちは遊び、大人はゆっくり話します。会社の花見では、新しい同僚と話すいいチャンスになります。歌を歌ったり、ゲームをしたりすることもあります。桜の花はとても綺麗ですが、長くは咲きません。だいたい1週間ぐらいで散ってしまいます。風が吹くと花びらがひらひらと落ちてとても美しいです。このような短い美しさを大切にする気持ちは日本の文化の一つです。また夜に花見をすることもあります。これを夜桜と言います。ライトで桜を照らすので昼とは違う美しさがあります。静かでロマンチックな雰囲気を楽しむことができます。花見の時はマナーも大切です。ゴミは持ち帰ることや大きな音を出さないことなど、みんなが気持ちよく過ごせるように気をつけます。このように花見は日本の春を感じることができるとても楽しくて大切なイベントです。家族や友達と一緒に過ごす時間はいい思い出になります。そして多くの人がまた来年も花見をしたいと思います。皆さんこんにちは。金子です。今日は花見についてお話しします。花見は日本の春を代表する大切な文化の一つです。花見は桜の花を見ながら家族や友達、会社の人と一緒に楽しい時間を過ごすことです。日本では毎年3月から4月頃に桜が咲き、多くの人がこの季節をとても楽しみにしています。
桜が咲く時期になると、テレビやインターネットで桜の開花予想が発表されます。どの地域でいつ桜が咲くかを知ることができるので、人々はそれを見て花見の予定を立てます。有名な公園や川の近くにはたくさんの桜の木があり、多くの人が集まります。花見の日には朝早く場所を取りに行く人もいます。いい場所を取るためにシートを引いて待つことがあります。そして家族や友達が集まってきたらみんなで一緒にご飯を食べます。おにぎりや唐揚げやお弁当、お菓子などいろいろな食べ物を持っていきます。飲み物も用意して楽しく食事をします。花見では食べるだけではなく、たくさん話したり、写真を撮ったりします。子供たちは遊び、大人はゆっくり話します。会社の花見では、新しい同僚と話すいいチャンスになります。歌を歌ったり、ゲームをしたりすることもあります。桜の花はとても綺麗ですが、長くは咲きません。だいたい1週間ぐらいで散ってしまいます。風が吹くと花びらがひらひらと落ちて、とても美しいです。このような短い美しさを大切にする気持ちは日本の文化の一つです。また、夜に花見をすることもあります。これを夜桜と言います。ライトで桜を照らすので、昼とは違う美しさがあります。静かでロマンチックな雰囲気を楽しむことができます。花見の時はマナーも大切です。ゴミは持ち帰ることや大きな音を出さないことなど、みんなが気持ちよく過ごせるように気をつけます。このように花見は日本の春を感じることができる、とても楽しくて大切なイベントです。家族や友達と一緒に過ごす時間はいい思い出になります。そして多くの人がまた来年も花見をしたいと思います。